皆さんこんにちは、わたたびです。今回は大分県にある温泉地に宿泊します。何度か通り過ぎたことはありますが、訪れるのは初めてなので楽しみです。場所は大分県の北西部に位置する日田市。別府、湯布院と並ぶ豊後三大温泉の一つ、天ヶ瀬温泉の三層天水に宿泊します。一体どんな場所なのか楽しみです。はい、もうちょっとでね到着します。およそ400メートル先、道なりです。はい、目的地は右側です。はい。お疲れ様でした。ちょっと待って、ちょっと待って。ちゃうちゃうちゃう。あ、これか。どこ止めあ、でも湯って書いてるわ。ないんか駐車場がないんやけど、ちょっと聞いてきます。はい、到着しました。ちょっと今見えないんですけど、こちらがね、露天風呂になります。で、周りはね、ほんと何もなくて、ここに温泉があるのか分かりにくい場所にあります。こちらは暇つぶしの湯っていうね、温泉になります。で、その建物がですね、この奥の、こちらですね。こちらが温泉ですね。ここの夢大吊橋っていうのが近くにあって、そちらを観光してからこの温泉に入ろうと思ったんですけど、観光客がいっぱいだったんで、温泉の方に来ました。で、おそらくね、浴室は2つしかなくて、今1つ利用されてるんで、右側が空いてます。左側が内湯で、右側の温泉が露天風呂になります。で、露天風呂の方が空いてるんで、そちらの方に入りたいと思います。じゃあですね。じゃあちょっと見てみたいと思います。こちらが脱衣所になって、で、脱衣所の前にすぐ露天風呂があります。めちゃくちゃいいですね。家の前はね、こんな感じで田園風景が広がってます。ちょっと丸見えですね。隣はね、入浴中っていう札があったんですけど、こっちは準備中しかなかったんで、こちらの札をかけておきます。はい。これでいいでしょうか。こちらで内鍵を閉めて、露天風呂の前に料金箱があるんで、こちらに1人300円入れて入浴することができます。この露天風呂が300円で入れるなんてめちゃくちゃいいですね。で、子供は日本の宝。なんと子供はね、無料になります。中学生まで無料みたいです。これはいいですね。もうおっさんなんで300円支払います。小銭がなかったんで1000円入れときます。1000円でもありがたいです。電球がまた味があっていいですね。それではね、入りたいと思います。あの辺の家の人からは自分のすっぽんぽんの姿が見えてます。ちょうどいいですね。42度ぐらいです。源泉かけ流しのこの露天風呂が300円で入れるっていうのは本当にいいですね。ここに使ってしまうともう外からは見えないんで安心です。泉質はね書いてなかったんですけど、おそらくアルカリ性単純温泉だと思います。で、お湯はね無色透明で
温泉のね、いい香りがします。こちらに蛇口があるんですけど、ひねってみても水しか出ませんでした。桶とかね、あとボディーソープが置いてありますね。シャワーとかはないんで、ここの水を汲んで洗うっていうスタイルです。田舎の景色を眺めながら入る露天風呂は本当に最高です。もう体はポカポカに温まりました。すごく気持ちよかったです。いや、もしかしたらここ穴場かもしれません。お風呂3つありましたね。脱衣所があってすぐ左手に宇宙があります。田んぼの景色が広がってます。こちらにはシャワーがありますね。湯船から汲まなくても体を洗うことができます。今見てきた温泉がここで、さっき入った露天風呂がここ。で、その隣がね、また宇宙になってて、いや、こっちの方がいいですね。めちゃくちゃいい。こっちの方が良かったですね。こっちもね、外から丸見えになってます。で、左手には脱衣所があります。こちらもシャワーはありません。浴室の中には木が生えてて、自然の中に浸かっているような気分を味わえます。いやー、すごく気持ちよかったです。もう暑すぎてね、今半袖でいます。ちなみに今日は日曜日なんですけど、今誰もいません。駐車場はね、2台ぐらいしか止めれるスペースはありません。一応浴室は3つあるんですけどね。それではね、次の目的地に向かいます。いやー、穴場の温泉見つけちゃいましたね。ここがね、大吊り橋なんですけど、すごい人。すごい人です。やっぱ観光バスとかもいっぱいいてる。ほぼほぼ満車。すごいね。バイカーも多いね。ご飯屋さんあるよ。入る？行く？入ろうか。ご飯屋さんがあったんでちょっと寄ってみました。お腹も空いてきたんで、こちらでお昼ご飯いただきます。地鶏炭火焼き定食2000円。地鶏うどんそば800円。うわ、いい匂いしてる。ここでね、鶏を焼いて食べるみたいです。美味しそう。ちょっとしてくるとね、煙が立ってきてね、周りが白くなります。白くなりだしたら焼き方までね、丁寧に説明してくれました。自分で焼くっていうスタイルはいいですね。なんか楽しいです。いろいろ調味料があります。ちなみにこちらの地鶏炭火焼き定食は2000円です。お米とかも後から出てきます。火が上がるぐらい油が乗ってます。すごい。すごくね、いい感じになってきました。もうそろそろ食べ頃ですね。それではね、いただきます。味ついてるみたいなのでね、柚子胡椒でいただきます。米とね、お味噌汁と、あと卵かけご飯用に卵も出てきました。いただきます。うわ、うまいね。美味しいよね。何もつけんでも美味しい。そう。醤油で食べるとよりね、香ばしさが増して、これもまた美味しいです。こちらのお味噌汁ね、さつまいもとかいろいろ具材がね入ってて、すごく美味しいです。ご飯おかわり中なんで頼みました。卵の黄身もめちゃくちゃオレンジ色してます。新鮮な卵ですね。野菜だけ残ってしまいました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いや、めちゃくちゃ美味しかったです。今食べてきたね、ご飯屋の真向かいには展望台があります。こちらが大吊り橋ですね。
そんなに景色がいいってわけじゃないんですけど、この辺りに大吊り橋が見えてます。こちらね、峠の茶屋というお店です。もう中はね、煙もくもくなんで、服にね、匂いがつく、もう覚悟で行かないとダメです。はい、それではね、温泉街の方に向かいます。温泉街はすぐそこなんですけど、ちょっとこちらの道の駅に寄りました。こちらはね、祇園の滝クスっていうね、道の駅なんですけど、すぐね、こちらに滝があるんで来ました。ここはね、一回来たことあるんですけど、動画にした記憶はないんで、また来てみました。わー、すごい。道路からこんな迫力のある滝が見れるなんてなかなかないですよね。飲食店もありますね。よく見たらね、結構上の方からね、滝が落ちてきてます。下に降りれるみたいなんで、ちょっと降りてみます。わ、すごい風が来ます。かなり迫力がありますね。で、水の色はね、すごく綺麗な青色をしてます。運気向上、すごい水晶があります。運気向上ということでね、奮発します。こちらの飲食店はこの滝を見ながらね、ご飯が食べれます。はい、それではね、温泉街に向かいます。はい、もう到着ですね。左側です。はい、お疲れ様でした。よし。はい、桜滝っていうね、滝の駐車場に到着しました。で、この先にね、温泉街があるんで、ちょっと散策してみたいと思います。こちらは駅ですね。 JR 天ヶ瀬駅。はい、こちらがね、天ヶ瀬温泉というね、温泉地になります。開湯は1300年以上の歴史を誇る温泉地で、別府、湯布院と並ぶ豊後三大温泉の一つで、天領飛騨の奥座敷と呼ばれています。それではね、ちょっとこの温泉街を散策してみたいと思います。日曜日ですけど、お客さんが少ないですね。この温泉街もね、川沿いにあるんで、非常に水害の多い温泉地となります。いや、すごく立派な宿なんですけど、もう廃業してますね。この辺はね、温泉街の端っこになるんで、ちょっと寂しい感じがあります。で、結構お客さんがいそうです。この辺りが温泉街の中心になるんですかね。建物がたくさん立ち並んでます。風情がありますね。レトロな感じのね、温泉街です。反対側の景色ですね。いや、すごくね、立派な建物なんですけど、廃業してました。こっち側は、賑わってそうな感じがします。ここに温泉がありますね。囲われてて、ここからは見えないんですけど、真上からだと見えちゃいそうですね。で、こちらにも温泉があります。ちょっと見に行きましょう。ちょっと日曜日にしては人が少ないのかなと思います。天の足湯。
かなり暑そうですね。結構暑いです。こちら硫黄泉ですね。でこの中は湯の花がすごいです。でこの川沿いはですね、駐車場になってますね。でこの駐車場の真ん前に温泉があって、でこちらにね、犬とか猫用のね温泉があります。ワンコニャンコって書いてますね。こちらでね、ワンちゃんとか猫ちゃんを入浴、することができるみたいです。ちょっとこの温泉覗いてみます。今ね、人がいらっしゃらなかったんで、はい、こんな感じの温泉ですね。すごくね、硫化水素の匂いがしてます。で、目の前は建物が見えてますけど、おそらくこの建物ももう廃業されてます。源泉 100% かけ流しの半露天風呂になってます。こちらには料金箱があるんですけど、金額とか特に書いてないです。川の反対側にもう一つの露天風呂があるんですけど、丸見えでねちょっと映せません。電車が通ってます。川はねすごく綺麗ですね。赤い橋があって風情がありますね。この橋に上がることができませんでした。もっと早く気づくべきでしたね。で赤い橋を越えるとこっち側はもう温泉街は終わりですね。右側はねこんな感じで建物が立ち並んでます。さっきねお店の方にですねお話を伺ったんですけど、この辺りの温泉旅館はですね、川から湧いてる源泉を引っ張ってるそうなんですけど、5年ほど前の水害で源泉がね引っ張れなくなったそうです。今はね山側の源泉を各旅館に引っ張ってきてるみたいです。全ての旅館がそうなのかどうかわかんないですけど、そういう状態みたいです。その水害でですね、この川の幅をねもうちょっと広くする工事をするそうなんですけど、2、3軒立ち退きのね交渉がされてるみたいです。もしかしたら、この辺りの建物かもしれませんね。わからないですけど、その水害による被害で廃業された宿泊施設もたくさんあるみたいです。反対側の通りも見てみたいと思います。この先に見えてる建物は多分発電所だと思います。あの辺の建物は流されたのか、それとも川の幅を広げるために、立ち退いた建物かわかんないんですけど、今取り壊す工事をしてるんでしょうか。この山の斜面にも建物が建ってます。今はやられてるのかちょっとわからないですけど、こちらの旅館はどうなんでしょう。やってるんでしょうかね。上の看板はもう外れてないんですけど、建物はたくさんあるんですけど、そんなにねお店がないんで人通りはないですね。ところどころ上がってる湯煙とこの赤い橋で、このレトロな街並み、風情があっていいですよね。こちらがねさっき上がれなかった赤い橋なんですけど、橋の向こうはホテルですね。すごい。令和2年の7月豪雨でこの赤い橋までね水が来たそうです。いや怖いですね。こんなとこまで水が来るの。いやーめちゃくちゃ怖いですね。日曜日でもね本当に誰もいないですね。温泉街をぐるっと一周回ってきました。豊後三大温泉の一つともね呼ばれてる温泉街なんで、泉質はね間違いないだろうと思うんですけど、ちょっと寂しい温泉街でした。それではね
今日泊まる宿の方に向かいたいと思います。で、今日泊まる宿はですね、この山の中にあります。もうね、車でほんとすぐなんですけど、どんな宿なのか楽しみです。そうそうそう、止めた駐車場の前にですね、桜滝っていう滝があるんで、その滝を見てから、宿の方に向かいたいと思います。駐車場の向かいに桜滝までの道があります。はい、桜滝までこっから180メートルです。道はね、こんな感じで、綺麗に舗装されてます。桜滝あと80メートル。進撃の巨人 AR を体験せよ。スマホアプリでなんかできるみたいですね。ちょっと進撃の巨人を見たことないんでやめておきます。で、こちらですね、桜滝入り口です。すごい。あれか、もう見えてます。すごい苔むしてすごくね、神秘的な、景色です。いや、これは夏に来た方がいいかもしれませんね。はい、桜滝はこちらです。想像してたのよりもすごく優しい感じの滝なんですけど、この周りの景色がですね、この滝の迫力を演出してます。間近まで行けるんですね。滝の音はね、すごく静かです。で、実はね、今回泊まる宿はこの滝のこの上に見えてるこの建物なんですけど、こちらの宿の特別室からはこの滝を見ることができるみたいです。こんな感じの滝でした。駐車場から 2,3 分ぐらいなんでおすすめの滝です。それではね、今日泊まる宿の方に向かいたいと思います。宿まではね、ここから4分ぐらいで到着します。左方向です。また左と。よいしょ。1km 右左です。こちらを左ですね。こんにちは。お出迎えがすごい。はい、到着しました。こちらはですね、山荘天水というね、一軒宿になります。約1万坪の広大な敷地に客室が19部屋しかない贅沢な一軒宿で、自然と調和した部屋や温泉が人気の宿です。1998年に建てられた割と新しい旅館なんですけど、館内の至るところに古き良き時代に使用していた建具や骨董品が使われてて、情緒あふれる館内となっているそうです。
湯巡りができるのも人気の一つで、敷地内に5つの貸し切り温泉、宿泊者専用の露天風呂で、宿泊者専用の宇宙が2カ所、日帰り入浴可能な男女別露天風呂と温泉がたくさんあります。とりあえずまずチェックインの方したいと思います。入り口はこんな感じで趣があります。いや本当に広いですね。これ全部敷地です。はい、今階段降りてきてすぐ左手にいろりがあります。はい、ですぐ右側にはですね、こちら足湯があります。いやすごく雰囲気があっていいところですね。足湯のすぐこちらは売店になります。お土産がたくさん売ってました。で、こちらが玄関フロントになります。はい、こちらです。それではね、入ってみたいと思います。入り口入ってすぐ右手がですね、フロントになります。で、こちらにはね、ラウンジがあります。フロントの前にはね、巨大な岩が突き出してるんですけど、この岩をね、のけようと思ってものけれなかったんで、岩の上に建てたみたいです。で、こちらが、ラウンジですね。ラウンジの前はこんな感じですごく広い空間になってて、ここでね、くつろぐこともできます。こちらがフロントなんですけど、今日宿泊するお部屋はこちら中庭を通った先にあります。全然気づかなかったんですけど、こんな巨大な木が立ってました。で、すぐ右のこちらの通路ですね。はい、今回はこちらの一番奥にある305の水というお部屋に宿泊します。はい、それではね、早速中を見てみたいと思います。実はね、もう一度中を見てるんですけど、玄関はすごく広くてね、外履き用に下駄が用意してくれています。で、すぐ目の前にはですね、洗面台があります。で、多分おそらくこちらトイレですね。はい、めっちゃ広いですね。こんな感じのトイレです。ですぐこちら右手がですね、お部屋になります。いろりがあります。こんな感じでいろりがあって、で、目の前はもう川ですね。紅葉しててすごく綺麗です。はい、外はこんな感じですね。もうちょっとね、早く来たらもっと紅葉が綺麗だったかもしれません。こちらから見るとこんな感じです。で、こちらがですね、お布団ですね。で、こちらの扉はクローゼットになってます。
浴衣とかパジャマでバスタオルが用意してくれています。で、こちらにはお水とかポットが置いてあります。で、その下がですね、冷蔵庫でコーラと瓶ビールがあるんですけど、こちらはね、別料金になります。こちら、いろりの隣の部屋です。8畳の間になってます。ちょっと2人には広すぎますね。はい。こんな感じの和室ですね。このテレビ、何インチあるねんっていうぐらい大きいです。和室の横がですね、披露宴っていうんですかね。はい、こんな感じのくつろげるスペースになってます。で、こちらがお風呂ですね。はい。こちらにもバスタオルとフェイスタオルが用意してくれてます。で、こちら洗面所で、こっちが、はい。こちらはシャワールームになってます。で、すぐこちらが露天風呂ですね。よいしょ。すごい。めちゃくちゃ大きな露天風呂が部屋についてます。すごい。こんなに大きい露天風呂とは思ってませんでした。こちらの露天風呂でも体を洗うことができます。で、もうすぐそこは川ですね。こちら椅子があるんで、この景色を眺めながら涼むことができます。めちゃくちゃいいですね。ちょっと今回すごく贅沢なお部屋です。こちらがお月菓子ですね。こちらではね、有名なつたやというね、店の味噌まんじゅうです。せっかくなんでね、味噌まんじゅういただきます。めっちゃ柔らかいです。すごく重たいですね。で、中はこんな感じで、白あんですね。じゃあいただいてみます。あんがね、少し多いのかなと思ったんですけど、甘さ控えめでしつこくなくて美味しいです。生地とあんのバランスがちょうどいいです。ちなみにこちらはですね、出来たてのおまんじゅうを提供してるんで、フロントでも売ってません。なんで夜のね、10時までにフロントで注文すると、明日の朝出来たてのこのおまんじゅうを買うことができます。防腐剤とか保存料を使ってないから、この賞味期限が短いんですね。こちらがね、館内の案内図になるんですけど、駐車場からこう降りてきて、で、足湯があって、で、この辺にいろりがありました。で、すぐこちらに売店があって、下ると、玄関があります。で、玄関入ってすぐに右手にフロント、そしてロビーでラウンジがありました。で、今回宿泊しているお部屋がこちらの305のスイというお部屋で、通路の先の一番奥のお部屋になります。予約サイトだと露天風呂客室 A と B とあるんですけど、 B になります。露天風呂付き客室 B は、2種類あって、もう一つのお部屋はホームページには載ってないんですけど、このお部屋がいいっていう人はね、空いてたらこのスイに泊まりたいとね、伝えたら泊まることができます。部屋を出てさらに奥に進むと、貸し切り風呂が5つあります。で、フロントの先はですね、食事会場ですね。その奥には日替わりの内湯が、男女別であります。で、あとはこちら客室ですね。2階も、客室になっています。竹山水の湯っていう宿泊者専用の内湯と露天風呂があって、こちら女湯ですかね。で、2階からですね、長い階段をね、ずっと登った先に滝見庵というね、男女別の露天風呂があるんですけど、この露天風呂から桜滝がね、見れるみたいです。こちらの露天風呂とか、あと内湯とかね、撮影許可いただいたんで、後で見に行ってみたいと思います。はい、それではね、館内の方を散策してみたいと思います。で、こちらがフロントなんですけど、こちら2階に上がる階段があるんで、行っ
ってみます。で、こちらはトイレです。2階は、こんな感じです。トイレの奥にも通路があって、おそらくこっちは特別室かなと思います。こちらの宿はですね、設計とかデザインとかね、すべてオーナーが手掛けたみたいです。こちらのオーナーはすごくね、こだわりが強くて、庭の剪定もね、オーナー自身がね、行ってるみたいです。貸切風呂はですね、この玄関出て外にあります。こちらですね、家族風呂。いや、本当にね、広いですね。はい、こちらですね。右奥にはお手洗いがあって、で、釜湯、そして桐湯、川湯、山湯、そして一番左奥にヒノキ湯があります。はい、全部でね、5つの貸切風呂があります。今回はね、特別に鍵をお借りしましたんで、こちらを入ってみたいと思います。で、残りの2つの温泉は明日の朝ね、見てみたいと思います。まず最初に一番奥にあるヒノキ湯を見てみたいと思います。めちゃくちゃいいです。まずこちら脱衣所ですね。すぐ、こちら左手に、ヒノキの湯船があります。すごくいいですね。こちら電球がね、この空間の味を出してます。すぐそこに川が流れてるんですけど、残念ながら、ここからはあまり川が見えません。こちらで体を洗うこともできます。ヒノキ湯はこんな感じでした。で、次はですね、その隣にある山湯を見てみたいと思います。脱衣所はね、同じ感じですね。で、すぐこちら左側が浴槽になってるんですけど、すごくね、大きな岩がこの浴室内にあります。こちらの山湯は岩のお風呂になってますね。この川の流れる音がね、すごく心地いいです。こちらにもシャワーがあります。はい、山湯はこんな感じでした。お次はですね、2つ向こうのこちら桐湯っていうね、貸切風呂を見てみたいと思います。すぐ左手が、浴槽なんですけど、めちゃくちゃ良くないですか？個人的にここが一番いいように感じます。皆さんどうでしょうか？目の前はね、紅葉してて、すごく景色がいいです。で、こちらはですね、川がね、目の前に見えます。どの貸切風呂もすごくいいんですけど、ここが気に入ったんで、こちらの桐湯に入りたいと思います。はい、それでは入ります。すごくちょうどいい温度です。41度ぐらいですかね。お湯はですね、無色透明ですかね。で、少し加水してあるんで、硫化水素の匂いはちょっと薄い感じです。この絶景の中で入れるのは最高ですね。めちゃくちゃ気持ちよかったです。だんだん日が暮れてきました。はい。で、このフロントの奥にですね、宇宙があります。
で、こちらにですね、宿泊者専用の内湯と露天風呂があります。で、こちらもね、撮影許可をいただけたんで、見に行ってみたいと思います。おー、風情がありますね。あ、まだ下に降りるみたいです。で、こちらですね。はい、こちらが脱衣所ですね。はい、こちらがね、内湯になります。内湯はこんな感じです。外の景色がね、すごくいいです。右手には洗い場があって、で、こちらに内湯があって、で、まだ外にもですね、露天風呂があります。で、こっちがね、露天風呂なんですけど、なるほど。めちゃくちゃいいです。で、こちらにはシャワーがあるんで、体を洗うことができます。で、こちらですね。こんな感じの、露天風呂になってます。結構広いですね。まだね、この下にも露天風呂があります。はい。こっちの露天風呂よりも、大きいです。こちらが露天風呂で、もう目の前が川というか、ちょっとした滝になってますね。あそこがね、もう本当に桜滝の真上になります。夜に入るのもまたいいかもしれませんね。で、こちら九州なんでね、熊の心配もありません。露天風呂に行くまでもね、風情があって本当にいいですよね。こちらに進むと女湯になります。今こちらのお風呂を見てきたんですけど、こちらにもね、内湯があります。で、こちらも宿泊者専用の内湯になります。撮影許可をいただけたんで見に行ってみたいと思います。あ、女湯の方で、女風呂の方見させていただきます。はい、中はこんな感じで、脱衣所と、でこちら洗面所があります。で、こちらが内湯ですね。こちらの内湯はこんな感じです。源泉が出てくる場所はこんな感じで、薪ストーブみたいな形になってます。面白いですね。はい、こちらが男湯ですね。中は、こんな感じですね。木の浴槽になってますね。はい。こちらがですね、滝見庵というね、温泉になります。撮影許可をいただいたんで、ちょっと見てみたいと思います。はい、ここからね、階段になってます。はい、こちらの階段はですね、47段続いてます。高い位置に登ってますね。はい、こちらですかね。こちらにはロッカーがあります。あれですね。それではね、中の方見てみたいと思います。はい。入ってすぐに洗面台と脱衣所があります。で、こちらですね。はい。まだ降りるみたいです。はい。まだね、通路が続いてます。こちらです。
ちらが滝宮ですね。わ、すっごい広い露天風呂です。こちらにも脱衣所がありますね。洗い場があります。で、肝心の滝なんですけど、こっから見えるんでしょうか。すごい滝が見えてます。これがね、さっき見た桜滝です。桜滝の真正面にいてますね。さっき見た露天風呂はこの滝の真上あたりだったんで、この建物がどれだけ広いかよくわかります。はい、せっかくなんでね、部屋の露天風呂も入りたいと思います。結構冷えてきましたね。それでは入ります。ちょうどいいですね。いやー、最高です。これがね、部屋にあるっていうのがすごいですね。大浴場にある露天風呂みたいな感じですね。こちらの泉質も一緒で無色透明ですね。で、気のせいかね、こちらの露天風呂は硫化水素の匂いが強いような感じがします。落ち葉が落ちてきました。こんな露天風呂に浸かりながらも風情を味わえるって本当に贅沢です。もうだいぶ日も暮れてきました。夕食の時間になったんで、食事会場の方に行きたいと思います。はい。揃いますので、こちらでお飲みくだはい、さい。ありがとうございます。はい。おお、すごいですね。それではですね、まず食前酒です。こちらは地元日田の梨を使った梨園というお酒でございます。それから先漬けですね、りんごと柿のごまなますですね、自家製のごまクリームをあえております。上にアーモンドとカシューナッツついてあります。近江鴨のロース煮ですね、それと焼きしいたけと焼きネギと添えてます。この柿の葉の器にマナガツオの西京焼き、珍しい。車エビにキャビアを挟んだものですね。つや煮にしております。すごい。卵黄卵のかまぼこですね。オレンジが濃いんですけど、それと銀杏とレンコンのチップスを添えております。はい、夕食はこんな感じです。で、個室でした。盛り付けがね、めちゃくちゃ美しいです。で、創作料理なんですかね。ちょっと見たことない料理がたくさん並んでます。焼きカマスのお寿司が来ました。いただきます。こちらね、ピーナッツとカシューナッツが乗ってて、下はね、サラダになってるんですかね。リンゴとかいろいろ入ってますね。ナマスやね。ナマスか。美味しいよ、すごく。果物がね。美味しい。このピーナッツがすごく合うね。柿とリンゴが入ってるんですけど、すごく合います。こちらもみじとイチョウがね、添えてあります。おしゃれですね。焼きカマスの押し寿司いただきます。皮の部分焼いてるんで、すごくね、香ばしくて美味しいです。食前酒いただくの忘れてました。こちら、日田梨のお酒です。すんごい梨やね。梨やけど、やっぱりお酒は強いね。多分。近江鴨ロース。近江っていうのは滋賀県のことなんですかね。鴨ロースですね。上にからしが添えてあります。いただきます。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しかった。だしが美味しいの。そう。この盛り付けがめちゃくちゃおしゃれです。まずレンコンから。美味しすぎる。うまっ。車エビのこの間にキャビアが挟んでます。すごく贅沢ですね。
弾力とこのエビ本来の甘みがね、すごく美味しいです。何回かキャビア食べたことあるんですけど、キャビアってどんな味なんですかね。わからないですね。で、こちらマナカツオですね。これ宿泊先でマナカツオが出たのも初めてです。すごくね美味しくて自分は大好きです。いつも刺身で食べるからさ、あんま焼いた生カツオ食べたことなかったけど、美味しいね。ちょっとカレーに似てる。で、車エビの頭、口の中で乱暴されてる。こちらいただきます。これはなんだ。あ、カニ。いただきます。何これ、美味しい。で、ホタテも入ってる。すごくね、カツオの出汁が効いてて美味しいです。美味しいね。ホタテとカニもしっかり味がしてて美味しいです。こちらエビ新庄です。よいしょ。おー、土瓶蒸しみたいな感じだね。こちらお刺身です。いやー、すごい綺麗ですね。盛り付けがアラのお刺身とでアラの肝までついてます。こちら海苔のゼリーです。こんな初めて食べますね。味はないみたいなんですけど。で、こちらですね。どうやって飾り作るんですかね。ワンピースのキャラクターで、なんか型にこんな入れ墨入れてるやついましたよね。筋あらからいただきます。うわ、うまっ。筋あらの味っていうのはポン酢ともみじおろしでわかんないんですけど、すごく美味しいです。大根の剣を巻いてるんですかね。すごい細かい作業です。これが5つも入ってます。ご苦労様です。海苔のゼリーも気になるんでいただきます。すごい海苔の風味が口の中で広がって美味しいね。骨まで食べれるんですよね。頭から尻尾まで召し上がってください。こちらヤマメですね。背開きにしてね、何度も揚げてるみたいです。なのでもう骨ごとね食べれます。それではいただきます。ちなみにこちらは安納芋ですね。で、このお塩はもじおです。ごまが振ってあるのかな、なんだろう。いただきます。魚っていうよりも本当なんか鶏の唐揚げに近いですね。美味しい、美味しいな。ですごくね肉厚です。ますので白胡椒もご用意しています。ありがとうございます。冠地鶏。こちらがね豊後牛で、これすごいですね。ジャンボシイタケです。自分の拳と何ら変わらない大きさですね。こちら炊き合わせです。鮭と秋ナスとエビ芋の、煮おろしみたいです。はい。で、いらないですけどサラダ来ました。で、自家製の玉ねぎドレッシングですね。ちなみにこちらはね湧き水だそうです。で、こちらのお米も湧き水で炊いてるみたいです。温泉を掘るときにまず初めにねこの湧き水が湧いたそうです。で、その湧き水を使ってこちらのお水とかお米とか炊いてるみたいです。すごい油やね。ちょっとねもう先にサラダやっつけときます。わ、美味しそう。すんごい油。美味しいわ。豊後牛が悲鳴上げてる。うまそう。ちょっと焼きすぎました。すっごい油。うわ、すごい。肉の旨味がすごいわ。でもそんなしつこい油じゃないね。なあ、
いやー、めちゃくちゃお腹いっぱいです。大好きな野菜がいっぱい残っているから野菜食べて。絶対お願いします。無理。こちら夕食最後のデザートになります。日田市の方で採れた梨ですね。日田梨と萩って言ったかな、まあ福岡の萩っていうところで、採れた、牡蠣みたいですね。こちらプリンなんですけどね、鶏の餌にパプリカを混ぜてるみたいなんで、卵のね黄身の色がすごくオレンジだそうです。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。お料理もねもちろん美味しいんですけど、盛り付けがねすごく綺麗でした。お腹がねいっぱいですね。これは女性の方は絶対食べきれないと思います。食べたよ。あなたはね、夕食食べてる間に布団敷いてくれてました。お腹もいっぱいで、あとは寝るだけなんですけど、せっかくなんでね露天風呂に入ってから寝たいと思います。よいしょ。寒い。なんかさっきよりも暑く感じます。でもめちゃくちゃ気持ちいいです。時間を気にせず、こんな巨大な露天風呂に入れるのは本当にいいですね。一人ではもったいないぐらい広い露天風呂です。美味しいご飯も食べて露天風呂も入って体ボカボカになったんで、今日はもう寝たいと思います。おやすみなさい。おはようございます。7時になったんで予約してた露天風呂に入りに行きたいと思います。はい、鍵の方ゲットしてきました。今日はですね、こちら昨日行けなかった川湯と釜湯に入ってみたいと思います。最悪です。大雨でした。そうか、今日は雨だったんですね。こちらですね。はい、まずはねこちら川湯を見てみたいと思います。こんな感じです。で、こちらです。いいですね。石のお風呂になってます。はい。で、景色の方がですね、目の前は川です。反対側から見ると、こんな感じです。どちらかに入りたいと思うんですけど、とりあえずね、釜湯の方も見てみたいと思います。こちら右奥が釜湯になります。はい、こちらが釜湯になります。うどんを湯がいてた大きな釜を湯船にしているみたいです。こんな感じで、こちらは紅葉が綺麗ですね。で、目の前は川になってます。川のお風呂に入る機会ってなかなかなくて、紅葉も綺麗なんで、こちらの方に入浴したいと思います。めちゃくちゃ気持ちいいです。外はねかなり寒いんですけど、この寒い中入る温泉はまた格別ですね。だいぶね明るくなってきました。この雨の中入るお風呂もいいですね。で、こちらですね、なんか、スイッチを押すと泡が出てバブルバスになりますって書いてるんで、押してみたいと思います。なんか
音が鳴ってます。おおおおおお、すごい。びっくりした。うわ、めちゃくちゃすごいです。すべての貸し切り風呂を見てきたんですけど、どうだったでしょうか。個人的にはこちらの桐湯とで今入ってきた釜湯がおすすめです。貸し切り風呂のさらに向こうにね、景色があるみたいなんで見に行きたいと思います。晴れましたね。いやー、むちゃくちゃいい天気ですね。どんだけ広いねんっていうぐらいね、本当に広いです。こちらです。逸馬姫の森っていうね、場所になります。うわ、綺麗。あ、めちゃくちゃ綺麗です。宿の横にはこんな絶景がありました。それでは朝食の時間になったんで、食事会場の方に行きたいと思います。はい、ありがとうございます。おはようございます。お、すごい。おはようございます。朝食はこんな感じでめちゃくちゃ豪華です。あちらにですね、飲み物とか納豆とか卵とかね、置いてあります。これ朝からこの量で、こちらがですね、有明産の海苔で、この海苔の下にはね、炭が引いてあってすごくね、あったかいです。それではいただきます。すごいおかずの量やね。美味しいでしょ。なんか一個一個がおしゃれやね。器も料理も。器洗うのが大変。大変やな。ほんまに。大分の納豆です。なんかめっちゃ可愛いですね。こちらの卵は餌にパプリカを混ぜて育てた鶏の卵で、すごくね、黄身が綺麗みたいです。おー、すごい。今黄身終わったんですけど、すごいね。いや、量多いな。多い。お腹いっぱい。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いや、すごく美味しかったし、量がね、めちゃくちゃ多かったです。はい、それではね、そろそろチェックアウトしたいと思うんですけども、決して安くないお宿なんですけど、特別室とか露天風呂付き客室とか、いい部屋から埋まっていく不思議な宿だなと思ってたんですけど、その理由がよくわかりました。こんなすごくね、広いお部屋で露天風呂もついてて、目の前には川が流れてて、で、紅葉の景色もね、すごく綺麗で大満足の宿でした。こちらの露天風呂付き客室のお値段の方なんですけど、大人2名1泊2日朝食夕食付きで、夕食は少しグレードアップしてます。で、8万1000円でした。なので1人当たり4万500円になります。正直安くはないんですけど、これぐらいのクオリティの宿だったら10万は超えると思います。お料理もね、グレードアップしてなかったらもうちょっと安いですね。4万円を切る、お値段で宿泊することができます。露天風呂付きの客室じゃなかったら1人当たり3万円ぐらいで宿泊することができます。
どんな宿か気になってたんで、宿泊できてよかったです。それではね、チェックアウトしたいと思います。よいしょ。はい、チェックアウトしてきました。はい、それでは出発です。お客さん多いね。あの辺で結構来はるね。うん。全室埋まってんちゃうかっていうぐらい埋まってたけど、